タイトル、母の背中、娘の心。朗読、黒川瞳。雨上がりの濡れたアスファルトが光を反射する午後、玲子、65歳は、助手席に座る母、静江、88歳をちらりと見た。口元にはいつもの不機嫌そうな線が深く刻まれている。長いこと確執を抱えていた母娘の関係は、静江の認知症が進んでもなお氷のように冷たいままだった。まるで互いの心に見えない厚い壁がそびえ立っているようだった。ほら、お母さん、着いたわよ。玲子は車を止め、静江の硬くなった手を引いた。どこへ行くの？静江は不安げに首をすくめる。美容院よ。久しぶりに髪を整えましょう。静江は何も言わず、ただ玲子についてきた。その背中は小さく丸まって、長年の歳月と辛労を物語っていた。ガラス扉を開けると、店内に広がる甘い香りと穏やかな BGM が2人を包み込んだ。それはまるで長い冬の後に訪れた春の日だまりのようだった。玲子は介護の疲れで重たかった肩の力がすっと抜けていくのを感じた。心に張り付いていた緊張の糸が少しずつ緩んでいく。美容師は若い女性だった。玲子は厳格な母が見知らぬ人間に触れられるのを嫌がるのではないかと心配したが、その懸念は杞憂に終わった。静江さん、今日はどんな風にしましょうか？静江さんは本当に髪がきれいですね。羨ましいです。彼女は静江の耳元で優しく語りかけ、その言葉には嘘偽りのない敬意と温かさが宿っていた。静江は戸惑いながらも、その柔らかい声に身を任せた。玲子はソファに腰を下ろし、シャンプー台へ向かう母の細く震える背中をじっと見つめた。その背中を見るたびに、玲子の胸には過去の痛みがよみがえってくる。幼い頃、友達の家で流行りの歌を口ずさんでいたら、静江にそんなくだらないそんな冷たい思い出ばかりが玲子の心を占めていたが、美容師の手が静江の髪を丁寧に洗う様子を見ていると、ふと温かい記憶がよみがえってきた。玲子が熱を出した日、母が冷たいタオルを額に当ててくれた手。運動会で転んだ時、そっと伸ばしてくれた強い手。それは厳格な母が唯一見せてくれた偽りのない愛情だった。厳しさの中に隠された不器用でぎこちない愛情。ふと顔を上げた玲子の目に鏡越しの母の姿が映った。美容師の手が静江の髪を丁寧に溶かし、ブローしていく。みるみるうちに白髪混じりの髪がふんわりと立ち上がり、パーマでカールされた毛先が上品なウェーブを描き始めた。その様子を見つめていると、玲子の心臓がドクンと音を立てた。
まるで初恋の人に出会ったかのように胸が高鳴る。静の顔に柔らかな光が差し込んだ。するとその口元がゆっくりとゆっくりと、これまで見たことのないほど柔らかな弧を描いた。まあきれい。鏡の中の自分を見つめ、静江は少女のように微笑んだ。その表情を見た瞬間、玲子の胸に熱いものがこみ上げてきた。それは今まで見たことのない母の女性としての顔だった。鏡の中の母は88歳という時間を軽やかに飛び越えて若く美しかった。そしてその目は玲子が幼い頃に見たキラキラと輝く母の瞳にそっくりだった。玲子の入学式の日、卒業式の日、成人式の日、そして結婚式の日、いつも遠くから見守ってくれていたあの眼差し。手術が終わり、美容院を出る。夕暮れが迫る帰り道、二人の足取りは不思議と軽やかだった。まるで若返ったかのように、玲子の心も弾んでいた。ねえ、玲子、突然、静江が澄んだ声で言った。あなたも美しいのよ。玲子ははっと息を飲んだ。ねえ、玲子、あなたも美しいのよ。玲子、静江はもう一度繰り返すと、玲子の顔をじっと見つめ、にこりと微笑んだ。その笑顔は、玲子が今まで知っていた母のどの表情よりも温かく、そして愛おしかった。玲子の目に涙があふれた。ああ、母はこんなにも長い間、私を愛してくれていたのだ。その愛は、厳しさという見えない鎧に包まれていただけで、決して消えることはなかったのだ。母の不愛想な態度、厳しい言葉、それらはすべて不器用な母なりの愛情表現だったのかもしれない。そう思うと、長年心の奥底に沈んでいたわだかまりが、まるで雪解け水のように溶けていくのを感じた。玲子は静江の手をぎゅっと握りしめた。シワだらけの、けれど温かい手。認知症が進み、日に日に記憶が薄れていく母との生活は、時に孤独で、時につらい。何度も、もう限界だと叫びたくなった。朝、誰だかわからないという顔をされたとき、食事を拒否されたとき、夜中に徘徊して探し回ったとき、その度に玲子の心は知事に乱れ、疲労の色が濃くなっていった。しかし、それでもなお、私は母の娘としてこの道を歩んできた。それは私の中にいつか母と心を通わせる日が来るのではないかというかすかな希望があったからかもしれない。今日この日、美容院での出来事がなければ、私は母の真の愛を知らずに生きていくところだった。外見の変化が心の変化をもたらし、そして玲子の心を動かした。ありがとう、お母さん。涙声でそう言うと、静江はただ静かに微笑み返した。美しさは年齢を超越し、愛は言葉を超えて伝わる。母の背中を見つめ、玲子はそう心でつぶやいた。この瞬間から二人の残された時間は何よりも愛おしい宝物となった。玲子の心には新たな希望と母への深い感謝の念があふれていた。そしてこのかけがえのない時間を大切に生きていこうと心に誓った。今回のお話はここまでです。この物語を聞いてどんなことを感じましたか？あなたの心に響いた場面や似た体験があれば、ぜひコメントで教えてください。一つ一つ大切に読ませていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。
朗読黒川瞳。